おはようございます。寒い。おはよう。うわ。まあ動くわけねえわな。ここは岡山県高梁市にある吹屋ふるさと村。ベンガラという赤い顔料を生産して富を築いた豪商たちが作り上げた村。屋根瓦も壁もベンガラで染められた赤い街並みが特徴的な村です。でも情報と違って瓦がなんか赤いというより黒い気がするけど、古くなったからかな。郵便局もベンガラ。診療所も美容室もカレー屋さんもコーラの看板もベンガラ。ベンガラ染めの工房を発見しました。ここは有力な情報を得れそう。行ってみましょう。浅田百貨店、いわゆるお土産屋さんなんだな。おにぎりをください。ありがとうございます。ちょっとまたおしゃれな。天気の日にいや、ありがとうございます。すいません、ちょっと伺いたいんですけど、ベンガラの顔料を手に入れたくて。売ってんの？はい。おお、黒木あります。早速見つかった。一軒目で。昔のここで作られたベンガラですか？片山と古いベンガラを成分を調べてから、ちょっと綺麗にしよう。成分調べて、とっても大丈夫ですかね？はい。作りの。復刻版。昔のね、ベンガラをね、成分調べて害がないようなのを全部調べてね、現代的に作る。害がないのもちゃんと調べて。はい。これが昔のやつ。そうです。これを多分調べてね、作って。へえ。今、昔ながらの製法はもう作れないんです。なるほど。どうぞ。そのベンガラの原料自体はここで取れたものを使ってるわけではない。はい、もうこれは現代的に作ったやつですね。へえ。そうか、そうか。昔は銅を取るときにこの硫化鉄鉱って取れて、これと銅山があるときじゃないとできない。これ硫化鉄鉱を焼いたり砕いたり、中からロウハっていうのを取り出して、はい。この200工程ぐらいあるんですけど。200工程。はい。干したりとか、そういうふうに天日干し何回も繰り返して作ってたんですよ。ここは、そういう染める工房もやってらっしゃる。さっきの方が職人さんです。あ、さっきの人？そうです。配達屋さんじゃなかったんです今ね。荷物いっぱい入れてくれて商品。へえ。このお店で売られているこの辺は全部染めはったやつ。じゃあ顔料手に入れますか。すいませんね、ちょっと独り言。すいません、じゃあこれを。ベンガラを手に入れた。1200円プラス税で1320円だぜ。この駐車場みたいなところで干してるのはもうここで染めたやつ。あれはあっちの下町フラットさんってもう一個あっち工房があるんですか？あっちの中に絵とかベンガラで描かれたやつとか飾ってあるんで。下町フラット。はい。あそここの店で下町フラット。よかったら行かれてみたら。行ってみます。はい。向こう降りていったらあるんですかね。あそこのお店です。はい。はい。ありがとうございます。さあ、ベンガラの顔料も手に入りました。しかも晴れても来ました。感じで乗ってきました。じゃあ下町フラットさんいう工房、ちょっと覗いてみましょう。もう一軒ベンガラ染めの工房があるようなので、向かっている道中に過去へつながる公衆電話発見。何これ？過去の自分と話すことができるらしい。もしもし。あ、昔の僕ですか？仕事しろって？すいません。
吹き矢街並みピアノ。ストリートピアノです。どなたでもご自由に燃えよドラゴンのテーマ、エンターザドラゴン。作曲、ラルシフリン。これしか弾けない。ありましたね。下町フラット。行ってみましょう。後で分かった事実ですが、下町フラットと呼ぶのが正解のようです。こんにちは。いいですか？すいません。中カメラ撮っても大丈夫ですかね？ベンガラを使って絵を描きたいなと思いまして、今顔料を買ってきたんですけど、にもこの前。干してるやつですか？そうそう。綺麗ですね。ベンガラで絵描けれるんよ。これすごいですねす。ごいでしょ。めっちゃ綺麗に。この子の絵を見たとき、これはベンガラで絵を描いてもらいたいと思って。これ今は、これ黄色ベンガラです。黄色もできるんですか？黄色のベンガラがあって、ここに赤色だけじゃないんですね。元は黄色っぽいんですよ。色でいたらこういう色なんですよ。カレー粉みたいな。そう。で、ベンガラ用のフライパンいうか、釜作っといて、はい。で、黄色をずっと火にかけよって混ぜよったら、オレンジになるんですよ。で、通り越したら赤くなるんですよ。で、鮮度までは赤なんですけど、はい鮮度以上になったら黒くなって時期を、鮮度を超えると黒くなる。そう、パソコンとかも磁気テープが中に入っとるとか聞いた。なんかありますね。ベンガラ。スマホの中にも入ってるらしいんですよ、ベンガラ。マジっすか？はい。ひょっとしてこれいろんな色使ってるのはこれ全部ベンガラもしかして。ベンガラで全部出してます。そうなんや。そうか、混色していろんな色を出すわけですね。で、これが緑ですね。緑。黄色と緑です。赤とかいろいろ混ぜて。黄色混ぜたら。で、黄色多めだったらこういう薄い色になるし、赤の濃い色に、ゴジラを入れたらピンクになるんですよ。で、これは薄い黄色ですね。こうやって一番濃い色を作っておくんですよ、自分で。なるほど。で、あとは、こう、ピンクを作ろう思ったら、赤を入れて、このゴジラを入れたら、ピンクになるんですよ。はい。面白。白いのは、豆乳。その汁。そう。一晩水に。普通の大豆ですね。そう。水にかしといて、はい一晩。そしたらちょっと膨れるが、はい。それで次の日、お水とこれ入れて、ゴジラを作るんよ。潰すんですか？豆を。ミキサーにかける。ガーッとミキサーにかける。で、布でこうして、ゴジラをいっぱい作っておくんよ、豆乳を。これは何するもんなんですか？これは型を板締めって言ってさっきお客さんされたんじゃああいう朝柄をするの。何？なるほど。これやる前からこういう柄にしようって言ってこう出せるもんなんですか？これを。できる。偶然じゃなく。できる。この型があるっけ？これベンガラで染めてるんですか？ベンガラです。なんか黒にちょっと赤混ざってめっちゃいい感じですね。重ねるんですよ。ちょっと大きいか。大きいな。どのくらいで切ろうか？もうこれぐらいのサイズがいいですね。今回は下町フラットさんがここで書けばいいじゃんということで、ここで書くことになりました。お邪魔します。はい、書き始めます。布の上に先に粉を振っていってます。赤色、これ黄色。言われたことと違うことをしたがる私ですから、普通のやり方はこの豆乳で先に溶かして水分状にしてから布を染めるようです。先に粉を振ってこれ豆乳を上からボタボタ塗っていく。どうなるんだろうなっていう好奇心でこんなことをしちゃいました。この作戦が功を奏すかどうか
どうぞご覧あれ。さあ、もうお分かりでしょうか。先に粉を置いた部分はですね、夕日ですね。その前面に山あいの吹き矢の屋根を描きました。ただ今回来まして思ったけど、この吹き矢の屋根、ここまで赤くなかったっすよね、本当に。壁も。あれはどんな感じなんでしょうね。ベンガラで瓦とか壁も全部建物自体が真っ赤な風景が地元のホームページとかでは書かれてたので、それ見れるかなと思って行ったら意外と黒っぽい。思ってたほど赤い街並みっていうものはなかったかなっていう正直な気持ちです。松の木ですね。それを描いてきました。この布の上に何を描こうとか考えずに思いつきで色をのせていきました、今回は。正直あまりそういう描き方私は好きではないですが、構図とか何を描きたいとかを何日もかけて考えたりするタイプなんで、まあでも旅でお姉さんにここで描いたらって言ってくれる優しさとかに触れながら、いろんな話をしながら描くのも旅の一興かなということで、今回はいつもと違う感じの描き方をしました。今まで描いた絵で一番素朴な絵になったと思いますね。また鳥取とか島根に来て寄れそうだったら寄ったらそうですね。そうや、戻ってくる時、通りますからね。そう戻ってくる時ちょっとこっち寄り道して、でもええし。ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。またおいで。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。とってもいい人と出会えました。ちょっと手直しします。ということで、何の計画もなく突然書くという手法に慣れてなかった私はですね、なんか完成が満足いかなくて車に戻ってきて手直しすることにしました。見てわかるようにこの屋根の部分に白い部分残ってると思うんですけども、これは光ではなく私雪を表現したかったんです。こういうのも描いてる途中で、夕焼けとか山とか木を描いている途中で、あ、そういえば今日雪降ってたから雪描きたかったんだっていうのを思い出して、ちょっとバカなんですかね私。雪を描きたくて描いてたのに途中で思い出して、この屋根の部分だけ白を、下地の白を残したんですけれども、完成してみたらやっぱり屋根だけ白くなってるのがなんだこれっていう雰囲気になったので、雪をどうしても描きたいなと思って、夕焼けのベンガラ色とその他は白という赤と白の2色を印象的に描く方がいいなと思ったので、雪を足していっております。ちなみにこの雪はアクリル絵の具ですね。もう仕方ない、ベンガラで上から塗るっていうのは不可能ですので、今回初めて体験して勉強になったのが、色を塗るということと布を染めるっていうことは全く違いましたね。布を染めるっていうのはその一発が絶対消えないものになってしまうということで完成です。よいしょ。おはようございます。大阪に地元に帰ります。なんでかっていうと、地元の大阪に帰ってきました。ちょっと描き始めから撮ってなかったんですけども、地元のステーキハウスさんで飾る絵をちょっと描かせていただいてます。今回、油絵でキャンバスで描いてます。地元のですね、美味しいおしゃれなステーキハウスさんが、ぜひうちの店に飾る絵を描いてほしいっていうことで、帰ってきて描き始めました。これ YouTube に載せるつもりなかった話なので、特別に今回ちょっと途中からやっぱ撮っとこうかなって思って撮り始めました。見てください。さあ、布を染めると違ってですね、油絵は真逆です。後からなんぼでも修正できます。乾くのに何日もかかります。考えて、やっぱりこれじゃないなと思ったら削れるし消せるし、
いくらでも修正が効く絵の具です。これも絵の具をですね、鉛筆の裏側で削っていって下地の黒を出すっていう。いくらでも修正効く。何日でも悩める。油絵の素敵な楽しみ方だと思います。最初に適当に牛っぽいのを描いて、あとは想像でここちょっと背中を狭くしたいなとかいう時はね、後からまた塗ればいいし、ちょっと背中が狭くなりすぎたなと思ったら削って背中を広くする、そういうことができる。何でもできますよね、油絵って。しかも発色がいい、大好きな画材です。さあ完成でしょうか。はい、お疲れ様です。ちょっとね、はい今間に合いそうになくて、ああ、全然いいっすよ。 3時半でもいいですか？はい、3時半に持っていきます。すいません、はいお願いします。一番重要って言っても過言じゃない。遠すぎやもう。オッケー。いけて綺麗に出た。いいバーナイスタイミング。隠れミッキーみたいな形になりましたね。オッケさあ飾ってる店、鉄板ステーキさいさいさん。来週のね。はい。あ、北井さんお客さんです。おお、すごい。とってもいいマスターがやっている美味しいステーキ屋さんです。ぜひぜひ皆さん足を運んで食べてください。そして私の絵も実物を見てください。こうた時っていきなり書いたらこうた時って再出発します。続き広島からですね。今から下道でここね、大阪の摂津市から下道で広島、日本一周の続き広島まで行きます。スタート地点に戻るのが大変。さあ行きましょう。今が夕方の5時ちょうど。何時に広島に着くんでしょう。行きます。ここ不動2号、いわゆる中間をまっすぐブワー言うて広島に向かっていきます。中間は広島に繋がってるんでしょうか。ちょっとあんまり道路詳しくないですけども、行きましょう。オリジナルチキン2ピースセット。オリジナルチキン2ピースセットお一つ。お芋のいかがいたしますか？コーラコーラでかしこまりまとした。単品で和風チキンカツバーガ和風チキンカツバーガーのお一つ。ー以上です。かしこまりました。ただいま11時ちょうど、出発して6時間ちょうど経って、ローソンもね ATM に中国銀行っていう名前が出てき始めました。あと30分ぐらいで広島県に突入します。じゃあもう少し頑張って運転しましょう。到着。ちょうど7時間ぐらいかけて広島県1日目の道の駅に到着しました。今日はここで寝ます。いや本当に遠かった。疲
疲れたね、これは、ほんと。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。返事するからコメントもしてね。では、おやすみなさい。